おはようございます。たかしです。本日は9月29日木曜日、ただいま5時47分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日、まだ冷やしが確定するにはあと10分ぐらいあるんですが、昨日の冷やしは下髭の長い陽線となってます。かなり強く上げてきた印象ですね。この大きな下落に対して長い下髭陰線をつけてからの、そこからの上昇となっております。ただ現在は戻り売りポイントなんですよね。ここ過去の高値になります。ここがレジスタンスゾーンになってくるんですが、その辺付近まで戻してきておりますので、本日ここを超えてこられるかどうかっていうのが、ここからの大きく上昇していけるのか、それとも再び下落してくるのかという分かれ道になってくるのかなという感じですね。現在はこの大きな下落に対しての一旦調整の上昇中というところで、そこから再び大きく下落してくるのか、それともこのままこの赤のボックスの中に今戻ってきているんですけれども、このボックス上下を目指して再び上昇していけるのかというところですが、今日足の GMMA はもう完全に横ばいで、そこから今下向きになろうとしてますので、今週の上昇でもっと強く上げてくれば別ですけれども、そうでなければ次 GMMA が開いてきますので、日足単位での大きな下落トレンドに入っていくと考えられます。現在この赤いラインは週足のトレンドラインですので、ここを戻してこれるかどうかっていうところですね。そこを戻してこれなければ、そこからまた再び大きめの下落になっていきます。今はこの辺月足週足でも意識されるポイントですので、強く反発してきてますが、ここからこの反発を持続できるかどうかっていうところが、この先日足単位で中期的に下落するのか、それとも再び上昇していけるのかという分かれ道ですね。今日足のストキャスティクスは安値圏から強くゴールデンクロスしてきてます。マクディもモメンタムが少しずつ減ってはきてますが、まだ下落モメンタムを維持してますので、やはり大きく上げていくにはもう少し時間がかかりそうな雰囲気ですね。まずはこの黄色の点線158円付近まで戻してきてますので、次は160円まで戻せるかどうかというところですね。では4時間足です。目線としてはここ白のラインが日足の目線、4時間足、1時間足と、今日足4時間1時間と全て下目線となっておりますので、基本的には戻り売り優位というところです。その中で大きく戻しつつありますので、買い足からトレンドが変わってきたところからロングエントリーで仕掛けていくのがいいのかなと。ただ基本的には今上位足では全て下落トレンド中ですので、日足単位の下落トレンドにも入りかけてますので、基本的には戻り売りが優勢ですね。今ストキャスティクスは高値圏に来てます。ただマックディが結構強いですので、今この4時間足の GMMA に接触したところで、ここで大きくまた再び下落してくるのか、それともここの GMMA を突破してこれるのかというところです。一旦の上昇ターゲットとしたこの紫のライン 160.5 付近、ここが1時間足の目線切り替えポイントになりますので、ここを目指して上昇してくる可能性を考えますね。で、この辺付近では戻り売りが仕掛けられやすいポイントになってきます。今は GMMA と接触、そしてストキャスティクスが高値圏に来ておりますので、ここでこの上昇の勢いが弱まってくるようですと、ここから再び下落の方向に行くとは考えられますが、今はそれがどうなるのかっていうところが見ものですね。一旦この直近の高値ですね、1時間足単位でつけてるこの高値、この黄色ラインですが、ここを超えてこれると次は紫のラインぐらいまで上昇してきそうですので、まずは 157.3 付近、ここを明確に超えてこられるかどうか、そしてこの黄色ライン付近で定着するようですと、もう一段上の 160.5 ぐらいまで上昇しそうです。ただここは週足のトレンドライン、この赤いラインですね、が通ってますので、この辺付近が次は戻り売りポイントになってきます。まずは4時間足単位でこの GMMA を突破できるかどうかっていうところを見たいですね。で、基本的にはやはり下目線というところですので、この GMMA と接触、そしてストキャスティクスが高値圏からデッドクロスしたところは戻り売りの対象になりますので、この辺で戻り売りで下げられるかどうかというところが本日の注目ポイントです。ここでお知らせです。インジケーターに関するブログを書きました。タイトルは勝てないのはインジケーターを理解していないからかも基礎編としました。僕が普段使っている GMMA、ストキャスティクス、マックディに関する使い方説明のブログになります。かなりわかりやすく書けていると自負しておりますので、もしよければ一度ご覧ください。
では一時間足です。昨日描いてました三角持ち合いを一度下抜けて下落するのかと思いきや、そこからの急激な上昇で、今三角持ち合い上限付近ですね。この三角持ち合いっていうのは上抜け下抜け時に騙しが発生することがありますので、例えば下抜けて一度戻しを待ってからの下落を狙わないと、そこが騙しになってまた下抜けても戻されるっていうことがよくあります。今回の場合は結果的に下抜けたんですが、下げきれずに戻してきたというそんな感じですね。今は1時間足の GMMA の上に乗ってきてます。ただ GMMA の青帯自体は収束してますので、まだ下抜ける可能性もあります。今はこの辺でのボックスをイメージできそうですね。この高値をまずは超えてこられるかどうかなんですが、その高値付近からこの昨日の安値ぐらいのところでのボックスを想定してのトレードがいいのかもしれません。1時間足のストキャスティックスは高値圏にありますので、今ここからのロングエントリーは危険というところで、もしロングエントリーをするのであれば、この GMMA にサポートされるところまで下落してきたところからのエントリーがいいと思いますが、ちょうど4時間足の GMMA がここに通ってますので、今は4時間足の GMMA と1時間足の GMMA に、挟まれてどちらに行くかっていうところが本日の注目ポイントと考えております。一旦の上昇ターゲットとしては、この先ほどの紫のラインぐらいまで 160.5 ぐらいまでっていうのを考えられるんですが、まずは直近の高値を上抜いてくること、それから1時間足の GMMA にサポートされてくることっていうのが原則になりますので、そこが行われれば一旦は 160.5 ぐらいまで上げてきそう。そしてこの 160.5 を超えてくると、次はこのオレンジの点線 164.5 付近まで上げてきそうというところですね。ただ目線としては1時間も4時間もまだ下ですし、4時間足は下落トレンド中ですので、今は1時間足のこの下落トレンドが崩れるかどうかというところですので、基本的にはこの1時間足の目線切り替えポイントを上抜けてからのロングエントリーを狙うのがいいんですが、今は GMMA のこの青帯でサポートされれば短く狙っていくことも可能かなとは考えます。ただ大きくはやっぱり戻り売り優勢ですので、上がったところは大きく売られそう、そんなイメージでもありますし、今までのこの強い下落がありますので、あまり買っていきたくないなとは感じるんですけれども、ただ1時間足を見てるとここから上昇しそうにも見えますので、一旦はロング目線っていうのもありだとは考えます。ただ月末ですので、変わった動きをすることも考えられます。ポンドに関しては昨日もこういった上髭の変わった動きをしておりますので、その辺には注意してトレードをですね、今は短く利確で狙っていくのがいいのかなと思いますので、基本的には大きくは戻り売りなんですが、短期足では上昇っていうのも狙えますので、短くロングで攻めるっていうのもありかなと思いますので、どちらの目線も持ってやっていくのがいいのかなとは考えております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。